こんにちは、小豆島漁師浜優です。今ね、沖で停泊中なんですけど、先にね、ご飯を作っていきたいと思います。本日の食材がこちら、スズキですね。いつものように皆さん大好き水中映像を突っ込んでちょっと見ていきましょうね。腹苦しい。イケメン深すぎやねん。人生みたいですね。で、なんでかわからないんですけど、今のスズキめちゃくちゃ超えてて、内臓脂肪がめっちゃ多いんですよ。内臓脂肪と刺身って一緒に食べると実はめちゃくちゃ美味しいんですよ。これも国民宿舎の木下さんにね聞いたんですけど、試したら本当に美味しかった。今日はそれで内臓脂肪の刺身丼と刺身内臓脂肪和え、この2種をね作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ早速スズキをすくっていきます。この間まで内臓脂肪すごかったけど、この子は入っとるかちょっと微妙ですね。背中ちょっと痩せ気味かも。よいしょ。じゃあこれあげたらこのまま後ろへ避難します。で、この子を締めていくんですけど、この子はね玉口こうやって持ってあげると締めやすい。で、締めるとこはこの前エラと後ろエラのちょうど交わるところ、ここですね。ここをクリクリっと円を描くように締めてあげる。じゃあもう簡単に締まってますね。そしたら玉から取り出して、よし。で、次血抜きをしていきます。エラの付け根ですね。ここ切れ込み入れて骨のとこ切ってあげる。そうすると血がねたくさん出ます。すごいね、心臓が動いてるからポンプのように。で、次にここちょっと鱗取って包丁のかかとでトン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 、火のの2トン、これで OK で、この水中ポンプで血を抜いていきます。こうやって突っ込んどったらね簡単に抜けていきます。で、ちょっと圧かけてあげるといい感じに血が出ますね。で、パンパンになったら OK。 上がりになったやつは血抜きしよう思ってもなかなか抜けにくいですから、血が固まって、心臓のポンプが動いてる間に締めてあげましょうっていう人いるけど、そんな多分変わらないんじゃないかな、圧かけたら。で、こっちは今尻尾からも圧かけてます。で、実はねもう一個いい血抜き方法があるんですよ。それがですね、遠心力血抜き。別に遊んでるわけじゃないですよ。遠心力で血を抜いてるんです。だから血抜く人の中にはこうやってね締めた後に吊るしておく人もおるんで、やっぱ血抜きっていうのは結局圧をかけて血を抜くので悪くはないんじゃないかなと思います。でももうほとんど抜けてるから出てこないですね。血もほら全然出てきてない。よし OK。 じゃあ次鱗取っていきます。包丁で簡単にジャーッと。包丁で取るのが一番早いしね、結構綺麗に取れるんですよね。こういう端の方とか、ここが結構鱗残るから、ヒレの端が、このヒレの付け根をしっかり取る。で、お腹もピャーッと取って、で、包丁だったらねここら辺の鱗もこうやって弾いてあげると取れるんですよ。鱗取りでも取れんことはないんですけど、取りやすいですね。手だけ気ぃつけて。で、こういうねカマのとことか頭のとこももうちょっと切ってあげたらすぐあれができる。すき引き、身までいったけどね。よし、これで鱗が綺麗に取れました。じゃあ洗います。じゃあいよいよ内臓脂肪を見ていきましょう。その前にこのエラ膜切って、よいしょ。で、エラの付け根を切って、さあ内臓脂肪見ていこう。お腹割っていく。よし。で、ここでスーッと、おおすげえじゃん。これ結構ある。よだれが出た見てください、この内臓脂肪の量。よいしょ。よっしゃー。こんな大量に内臓脂肪があります。胃とか腸周りについてるのが全部内臓脂肪で、これ胆ので、これ肝臓です。今日はこの肝臓も使いましょう。で、これがエラですね。で、スズキはこの空気袋がすごい厄介なので、さばく時に引っかかるんですよ。空気袋を取ります。これもねそこまで美味しくないんだけど、食べれることには食べれます。はい。で、お腹周り洗って、綺麗になりました。はい。じゃあ次カマと頭を落としていきます。包丁を入れて斜めに、で反対も返して包丁を入れて、で斜めに切ると。で、ちょっとハンドパワーで折ってありますと思ったけど、身が傷みそうなんで、この関節の間包丁を入れて、ここですね。で、叩きます。よし、これで OK。 はい、頭が取れた。はい。じゃあいよいよ下ろしていきます。包丁を入れてスーッと上包丁を入れて返して、でこっちもですね包丁を入れて、で中までいったら通してキャッと、ね、反対。よいしょ。はい、こんな感じ。うわ、完璧。身に油も乗って美味しそう。これ見てください、完璧ですよ。ここ一回失敗しかけたけどリカバリーでナイスですね。じゃあ返して、よいしょ。反対もやっていきます。反対がやっぱ難しいけど、今回慎重に骨の上包丁を滑らして OK で、反対にして、でまたこのヘリの方ですね、シャーッと包丁を入れて、でもう一回骨の中まで。あららら、いけてるかな。失敗してるわ。スズキって形がむずいよな。で、中まで入れたら包丁を通してもう一回引っ張ってあげる。よいしょ。で反対もシュッと。はい、こんな感じ。
完璧。ほら見て見て、透けてる。で次腹骨取っていきます。逆さ包丁をちょっと入れてあげて、骨の上ですね、下ですね、取ってあげて、よいしょ。 OK、 うまい。でそのままこのあばら骨を、腹骨を取っていきます。こっち取って、上側もなるべくギリギリを狙ってピューッと入れて、ピューでピロ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 。でこっちは丼用で、ハラミの方炙って刺身にします。でこっちの皮を引いていきます。シャコシャコシャコと包丁入れてあげて、よいしょ。完璧。で炙る方は塩軽く振って、で船用バーナー着火で、身の方から炙っていきます。まな板は多少焦げても殺菌です。で身の方が炙った方がね、身が反り返りにくいと思う。さっき身が締まるから。でこの肉汁すごい。よし。で返して、反対もほら、反対よく炙っとったら反り返らないですね。反対よく炙ってるとゴリゴリに反り返っとるな。やっぱり切れ込みは入れなダメだ。よし完成。そしたら切りつけていきます。もう豪快に切っていきましょう。ちょっと味見。これだけでうますぎる。内臓脂肪つけんでいいぐらい甘いですよ。どうぞ。はい、うまいな。うますぎ、ほんまに。今の時もうマジでうまい。鯛なんかへじゃないよ。じゃあ続きやっていきます。もう豪快に切って、でこっちの丼用もちょっと刺身でね切りましょう。よし OK。 で視聴者さんにいただいた黄金のお皿を準備して、これにしそですね、で刺身をのっけて、で炙りものっけると。でみょうがを飾って、はい完成しました。ハマユ特製。まだだった。これ一旦保留で、次は丼用も切りつけて、ちょっと肝となじむように細めに切ります。よし、ほんで細かく切ったら OK ですね。はいこんな感じ。はい、じゃあ次内臓脂肪を取り出していきます。ここのエラのとこを切ってですね、エラのけて、とりあえず肝臓を取りましょう。まず肝臓で、次内臓脂肪以外のこの腎臓とか、あと未成熟の卵ですね。これまだ成熟してないよってやつ、これが大きくなるんですね。いつかわからんけど。であと胃の周りのこれ剥がして、うわすげえすげえ。はい、それでこんだけの大量の内臓脂肪が取れました。何カロリーやろこれ、ごっついわ。はい、じゃあ先ほどのお刺身にこちらのね、まず肝を切って、これ肝もねあれしてもめっちゃうまいんですよ。でこれをここらに乗せると。で次内臓脂肪も切って、トン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 、火のの2トン叩いて溶かして、これもここらに乗せましょう。よし、はいこれで完成しました。ハマユ特製スズキの内臓脂肪と肝臓炙り刺身の2種盛りです。はい、じゃあ最後に丼です。今日はですねこちら炊飯器持ってきたんで、じゃじゃーん。それでは炊飯器の捕獲映像をどうぞ。目が炊けたよ、米が炊けた。あ、抜いたら音消えるんや。初知り。こんにちは。はい、というわけで炊飯器が捕獲できました。行きましょう。鈴木の捕獲映像なかったから、なんか捕獲しないと思ってね。はい、で茶碗に米ついで、まずここに大量の身をもうぐちゃっとのして、でまた同じように内臓脂肪を叩いて、でこれをこの上に豪快に乗せます。頭割る。現状あんまりうまそうじゃないけど大丈夫。まあ俺の料理って見た目はまずそうだけどうまいもんが多いから。で肝もトン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 、火のの肝。よし、これもこちらにドーンと。病気なりそうで得意のネギとわさびをのせれば、はい、それでは完成しましたハマユ特製不健康丼です。はい、それじゃあ小通り。はい、というわけで完成しましたハマユ特製内臓脂肪定食不健康丼に2種盛りですね。それじゃあお手を始めようか。はい、それではいただきます。でもこれには飲むしかない。ノンアルビール。ノンアルでも飲んだらダメっていう人いるけど、ビールテイストで 0.00% でジュースだから僕の勝ちです。いただきます。買ったビールはうまい。はい、じゃあこちらの内臓脂肪を刺身にのせて、で醤油につけていざ。甘い。
やばいよ。ただでさえ甘いこのスズキの油多い身にさらに油が追加されてるんで、天ぷらを天ぷらで揚げたようなぐらいの。でもむつごいかって言われたらね、油がサラサラだからそうでもないんですよ。こっちは炙りじゃない方ですね。普通の刺身。油んかったらこっちはむつごく感じます。炙りに内臓脂肪のせて食うんがいいと思う。さあいよいよ内臓脂肪丼です。醤油をつけて、でマジェ肝臓も入ってますね。いやこっちも炙りにしとったらよかったな。いざ実食です。いやこれうまいかな。俺はうまいと思うんだけど、このむつごさご飯が緩和してくれると思う。怖いな。いくぜ。食った瞬間わかる。うまいやつやん。あ、うまいこれ。めちゃくちゃ甘い。ウマヅラハギの痛風丼によく似ている味がします。でもこの身がウマヅラハギと違ってすごいねグリグリだから、これはうまいわ。ちょっと肝臓が入っとんがめちゃくちゃいい。肝臓なかったら多分ただの脂っこいって感じになるんですけど、むつごい中に肝臓の風味があって、それがめちゃくちゃご飯と合って美味しいです。三根一体造語ですいややっぱね、内臓脂肪もうまいけど肝臓がうまいのかな。内臓脂肪は純粋に甘みのある油を足すって感じで、肝臓はコクがある。めちゃくちゃうまいわ。でもやっぱね、ご飯と食べんとむつごくてもう 2,3 切れでいいってなる。ご飯と食ったらなんぼでも食っちゃうこれ。なんかザ男飯って感じの味かな、ほんまに。まあでもうちの嫁も脂っこいもんめっちゃ好きやから多分好きやろうな。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで沖でパパッと取った内臓脂肪で食べると美味しいのかっていう感じの動画なんですけれども、すごい丼ができてしまったことに正直自分でも驚いております。痛風丼に次ぐぐらいの衝撃でした。まあでもやっぱ痛風丼の方が僕は好きなんですけど、今回の丼めちゃくちゃ美味しかったんで、ぜひ内臓脂肪のある魚が取れたら肝臓と一緒にね丼にしてみてください。本当にねすごい味がします。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。なんかあんまうまそうじゃないよなマジでじゃあいただきます。うまいわめちゃくちゃうまいわこれ。ただむつごいなそうそう、ご飯めっちゃいる。これ酢飯とかやったらあっさり食えるそうだけどな。内臓脂肪もうちょっと少なくてもいいかもね。美味しいです。